こんにちは。シミカバー研究同好会の藤江です。本日はクレドポーボーテのコンシーラーコレクチュールビサージュ N を使ってシミをカバーしてみようと思います。他に使うアイテムはこちら、ラロッシュポゼの日焼け止め下地、トーンアップ UV イレア XL プロテクショントーンアップのクリアと資生堂のファンデーションブラシハス筆です。こちらのコンシーラーは2022年3月にリニューアルされました。従来品と比べると保湿力がアップしたとのこと。日焼け止め効果は SPF25PA3+です。私はリニューアル前のものとその前のモデルのものも使っていました。クレドポーのコンシーラーを買うのは今回で3回目になります。ディオールのコンシーラーを買ったので、しばらくはクレドポーのコンシーラーは買わなくてもいいかなと思ったのですが、ないとなんだか不安になってきて、結局また買ってしまいました。私にとってはお守りのようなコスメです。実を言うと、コンシーラーは今までほぼこれしか使ったことがありません。ですので、このクレドポーのコンシーラーが私の中のコンシーラーの基準になっています。おすすめのコンシーラーがありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。クレドポーのコンシーラーは他にもう1種類あります。コレクチュールエクラプールレジューです。こちらのコンシーラー、私も過去に一度だけ購入したことがあります。筆ペンタイプのリキッド状コンシーラーです。とても滑らかで伸びが良く保湿力が高くみずみずしいテクスチャーです。乾燥もあまり感じませんでした。肌にフィットしてよれにくいのでシワに入り込みにくいです。特に目の周りのお悩みに最適ではないかと思いました。カバー力は穏やかなので、私のような濃いシミはあまり隠すことができませんでした。使っていてすぐになくなってしまったので、コスパは悪いような感じがしました。こちらのスティックタイプは割と長持ちするのでコスパ的にはいいと思います。色展開は全部で5色です。私は BA さんに見ていただいてピンクオークルにしました。ちなみに私が普段使っているファンデーションの色はクレドポーボーテのタンフリュイドエクラナチュレルピンクオークル10番です。リニューアル前のピンクオークルペンもあるので比較してみたいと思います。上がリニューアル後、下がリニューアル前のものです。ほんの少しだけリニューアル後のものの方が色が濃くなっているような感じもします。でもそれほどの大きな違いはありません。保湿力、乾燥具合に関してもつけたばかりの現段階では特にそれほどの差を感じません。リニューアル前のナチュラルオークルもあったのでつけてみました。一番下がナチュラルオークルです。ピンクオークル10のファンデーションも出してみます。こちらがファンデーションピンクオークル10になります。それでは実際にシミをカバーしていきたいと思います。スキンケアをしてラロッシュポゼの日焼け止めを塗った状態です。少しトーンアップ効果のある日焼け止めです。カバー力はあまりありません。私の年齢は48歳です。肌質は乾燥肌で皮膚は薄め。肌の色は標準よりほんの少しだけ明るめです。ブラシや指に取らず直接肌に塗ってみようと思います。硬めのテクスチャーです。今回もヘアメイク職人バケコさんの方法でやってみます。資
生堂のファンデーションブラシハス筆でぼかしていきます。こちらのブラシは断面は平らなのですが斜めにカットされています。軽く優しいタッチでこすらないようにトントンとなじませていく方法です。硬めのテクスチャーなので肌にピタッと密着しているような感じです。ディオールのチップコンシーラーと比べるとなじませるのに少し時間がかかりそうです。1回塗りでまあまあ隠れました。塗ってない方と比較するとこんな感じです。引きで見るとこういう感じです。気になる部分に重ね塗りしていきます。細かい部分はこのように角を使うといいと鈴木店長さんがおっしゃっていました。2度塗りした状態です。塗ってない方と比較してみます。反対側も同じようにカバーしていきます。スティックタイプはさっと手軽に塗れて便利です。ブラシを使えば手も汚れません。こちら側も2度塗りしていきます。シミがきれいに隠れていく様は楽しいです。私は小鼻のぽっかり毛穴も気になるので、コンシーラーをブラシにほんの少しだけ取って毛穴をぼかします。あまりたくさんつけると毛穴落ちしてしまう気がするので、ほんの少しだけにします。はい、カバーメイクが完成しました。どうでしょう？肌に色ムラはありますが、濃くて大きいシミはだいぶ目立たなくなっています。コンシーラー特有の毛穴が目立つ感じが多少はありますが、ツヤがあり素肌感のある仕上がりです。引きで見るとこんな感じです。シミを 100% 隠そうとするとどうしても厚塗りになってしまうので、このぐらいの距離で見て目立たなければいいかなと思うようにしています。時間が経つとどんな感じなのか見てみたいというリクエストをいただきました。コメントありがとうございます。とっても嬉しかったです。それではこのまま時間を置いて検証していきたいと思います。はい、だいたい3時間が経過しました。涼しい室内で家事を行っていました。少しテカリが出てシミが浮き出てきたような感じがします。引きで見るとこんな感じです。近くで見るとこんな感じです。こうやって映像で比較してみると光の加減のせいかもしれないのですが、3時間後の方が肌は綺麗に見える気がします。はい、つけてからだいたい6時間が経過しました。ほとんどクーラーの効いた室内で過ごしていたのですが、先ほど1時間半ぐらい近所の買い物に行ってきました。
外の気温は iPhone で31度と出ていました。ちょっと汗ばんでいます。3時間後の状態と比較してみると、それよりもシミが浮き出てきているような感じがします。引きで見るとこんな感じです。近づいてみるとこんな感じです。頬の部分はあまり乾燥をしていないような気がします。こちらのこめかみの部分が少し乾燥しているようです。あとこの目尻の小じわ、笑うと出るこのシワですね。ここにちょっとコンシーラーが溜まっているような感じがします。小鼻のぽっかり毛穴ですが、すごくテカってはいますが、汚く毛穴落ちしているような感じはありません。コンシーラーを塗ったところは塗った直後より少しオレンジ色が強くなったような気がします。時間が経つとシミは浮き出てきてしまったのですが、コンシーラーが取れて全くなくなってしまったという感じはなく、お化粧感はきちんと残っています。スティック状の固めのテクスチャーだったので、リキッド状のコンシーラーと比べると少し乾燥しちゃうのかなと思ったんですけれども、むしろツヤっぽくなっています。これをテカリと取るのかツヤと取るのか、ちょっとその定義が私にはわからないんですけれども、私はツヤ肌が好みなので、こういう感じも悪くないかなと思っています。簡単にまとめますと、使用感は固めのテクスチャーで肌にピタッと密着するような感じでした。それゆえ少しぼかしにくいなと感じました。カバー力についてです。私のシミは濃いので完全には隠れませんでしたが、おおむね隠すことはできました。シミが薄い方であれば綺麗に隠れるのではないかと思います。時間経過後の様子は、コンシーラーが薄くなり、シミが少し浮き出てきました。全体的にツヤ感はキープされていました。部分的に少しパサついた感じがありました。塗った部分は少しオレンジ色が強くなりました。崩れ方としては割と綺麗でした。使いやすさについてです。手が汚れずさっと手軽に使えます。ポーチに入れやすいサイズ感でお化粧直しとしても便利です。上品なデザインなので使っていて気分が上がります。クレドポーボーテのコンシーラー研究いかがだったでしょうか。私的お守りコスメなので少しひいき目で甘めの評価かもしれません。あくまでも私の肌での実験結果ですので、参考程度にご覧いただけますと幸いです。もしもいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただけるととっても嬉しいです。次回はディオールとクレドポーのコンシーラーを顔に半分ずつ塗って比較検証をしてみようと思っています。もしよろしければチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。